脾臓ですね。ピンポイントで押さなくても、このゾーンをほぐしていくとその臓器に対応していくよっていう感じです。じゃあさっき書いた反射区をやっていきます。心臓で腎臓、じゃあ今日は、いつも押してる反射区の範囲を実際にこのマジックで描いていこうと思います。足は極楽レンジャーさんの足です。じゃあ実際にちょっと描いていきますね。ちょっと字は下手くそでごめんなさいやっぱねうまく描けない。腎臓、昨日自分の足で予習したんですけど、自分の足に描くよりやっぱり大変ですね描きにくいですもん。ちょっと即興で描いてるんでごめんなさい、汚くて。でここが尿管で、ちょっと側面側の膨らんでるところ、この辺が膀胱、でここが尿道、で次が足の上側ですね。全部足の指全部上側が、前頭道、鼻の奥にある空洞ですね。空洞なんでこの道っていう字になります。こっちも前頭道です。前頭道があって鼻の側面、ここが鼻ですね。ここが鼻、親指の上半分ですね。上半分が頭、大脳で、親指の真ん中あたりが脳下垂体ですね。今度反対側の側面、上側が三叉神経で、下側が小脳で、親指の付け根から、この辺首ですね。で目、耳で、次このラインですね。親指のこの膨らみのラインが甲状腺で、この膨らみの中ですね、この辺りが副甲状腺で、残りのこの膨らみの上半分が、肩の筋肉、僧帽筋ですね。僧帽筋で、この膨らみの下半分ですね。ここが肺、気管支で、心臓のちょっと下、この辺りに脾臓ですね。で、土踏まずのこの辺りですね。胃があって膵臓があって十二指腸、ここはもういつも一気に流しちゃってるので、この土踏まずのところで、この土踏まずのちょっと下半分ぐらいですね。ここ全体的に小腸、この
の小腸を囲むように横行結腸、下行結腸で S 字結腸、直腸ですね。で S 字結腸の最後にちっちゃくなっちゃった肛門ですね。でかかとが生殖腺、座骨神経とかもねやってるとこあるんですけど、足裏はこんな感じですかね。ちょっと見にくくてごめんなさい胸椎、腰椎、仙骨、腰椎、仙骨、かかとの側面、子宮、くるぶしのライン、ここが股関節、直腸、肩関節、肩関節、膝関節、肩関節、膝関節、かかとの側面、抗がん卵巣、ラインが股関節、ちょっと真ん中のあたり、角膜、親指、扁桃腺、喉声帯、ここが三半胸部、上半身と下半身、完成。じゃあ両足揃いました。いつも足つぼって言ってるんですけれども、実際には、反射区っていう名前ですね。で、お客様に分かりやすいように足つぼって言ってるんですけれども、実際足つぼと反射区っていうのはどう違うかっていうと、反射区っていうのはゾーンセラピーっていうのが元になってるので、今もちょっと書いたんですけど、ツボみたいに点押しではなくて、この場所全部が反射区の位置っていうことになるので、ピンポイントで押さなくても、このゾーンをほぐしていくとその臓器に対応していくよっていう感じです。実際にはこうピンポイントでここっていうよりも、この範囲を流してあげるっていう気持ちで大丈夫です。なんで足つぼだと本当に点押しでっていう感じになりますね。なんで今日も即興でちょっと書いたので、若干ちょっと位置があれなんですけどだいたいこの位置っていう感じで流していけば大丈夫です。で、反射区を覚えるときに今両足を揃えたんですけど、反射区っていうのはこれこの形を全身に見立ててるので、例えばこの真ん中ですね、まず見てもらうと、ちょっとこの足の側面なんですけど、ここに、胸椎、腰椎、仙骨、こっち側にもあります。胸椎、腰椎、仙骨なんで体の構造的に、まずこの芯に胸椎、腰椎、仙骨なんで背骨ですね。背骨が通ってますよね、人の体で。親指が頭になります。なんで背骨があって頭があってで首で、どちらかというと内側に目があって外側に
耳がついてますよね、人の体で。この頭ゾーンがあって、その下甲状腺、甲状腺って喉から胸にかけてのあたりなので、やっぱりこう頭があって、その下で隣に僧帽筋、肩の筋肉や肺気管支、これも胸の部分になりますね。なんで本当に人の体に左右で見立てているという形になります。でそのまま土踏まずは胃膵臓、十二指腸があったり、小腸があったり、横行結腸、下行結腸、S 字結腸で、右側だと、大腸の位置が変わって上行結腸、横行結腸っていうような形になります。でかかとは生殖腺って書いてあるんですけど、かかと周りに、その生殖機能の大体が詰まっているので、内側なんで体の中心側に、ですね、子宮前立腺が入ってどっちとも前立腺、子宮内側ですね。で逆にこのかかとの外側は、睾丸卵巣、中心に対してこう左右に2つある生殖機能ですよね。でたまにそのお店によって若干その反射区が違うよっていうのも、私が見てる限りでは、だいたい違ったとしてもこの体に見立ててるのには変わりがないので、若干こう対応して書いてある臓器が違ったりはするんですけど、なるほど近い場所の臓器が書いてあるなっていう感じなので、例えば私は生殖腺って書いてあるんですけど、ここに座骨って書くところとかもあって、場所的には近いですよね、下腹部のなんでこう体に見立ててあるよっていうのを知っていれば、若干違ったとしても、そういう捉え方なんだなっていう感じでなってます。さっき書いた反射をやっていきます。心臓で腎臓で尿管膀胱で尿道で、上から順番にやっていきますね。指の上は前頭動、鼻のあたりにある空洞ですね。指の先は全部前頭動です。動っていうのは洞窟の洞ですね、漢字は。なんで空いている場所というか、体の中の空洞になっている場所っていう意味ですね。
で頭の先、ここ鼻ですね。でこの正面側、頭台の左足は、左脳になりますね。頭だけ神経が交差してるって言われてるので、右脳ですね。この上だけ、この指の上だけで脳下垂体。でこの親指の人差し指側、上が三叉神経、小脳で、この親指の付け根と、あとこの下のあたりですね、この辺が首の反射区です。反射区はなんでツボとは違うんで、大体そのあたりっていうのを、この反射区のこの範囲を施術してあげれば大丈夫です。で次、目耳耳ですね。目で耳、これも反射してるんで反対になってるので、右目右耳って言われてますね。でも結局両足やるからそんなに気にしなくてもいいと思います。片足だけやるっていうことはないんで。でね、節も違ったりする場合もあるので、たまに一般的には交差してるっていう風になってますけど、たまに左は左目とかっていう場合もあるので、どっちもやっとけば、問題ないかなと思います。で甲状腺、で副甲状腺、ゴリゴリいってますね。でここ、僧帽筋、肩の筋肉で、下側が肺気管支ですね。でさっきも言いましたけど、あくまでその範囲なのでツボじゃなくて、私はこうやって縦押ししますけど、こうやってやるお店もありますよね。こう横に、別に方向は何でもいいんだと思うんですよ。この範囲が僧帽筋っていう捉え方なので、流す方向とかはね、どっちでもいいと思います。そうそう、この場所をちゃんと刺激してあげてれば。で実際の、反射区の場所っていうのもね、絶対人によってちょっと誤差とかはありますし、結局全体的にしっかり施術できればいいのかなとは思いますね。ピンポイントでね、ここがこの臓器だからで、ここがゴリゴリしてるから悪いって言っても当たってないことも多いので、で今肺気管支やってますね。
副腎、で、脾臓ですね。脾臓で、さっき書いた胃、膵臓、十二指腸、ここはもう全部一緒に流しちゃいます。土踏まずの半分割った下のこの辺りですね。ここが小腸になります。全体的に。で、反射区とさっきも言ったんですけど、足つぼはまたちょっと違うんですけど、結局反射区をこうやって押してると足つぼの位置にも刺激を与えてたりはするので、結局どっちが効いてるのかちょっともしかしたら足つぼの方を刺激してるっていう場合もありますね。結構有名なのが、この場所反射区でいうと、腎臓だったり副腎がある場所なんですけど、ここ有名な有線っていう足のツボがありますね。ツボはだいたい漢字2文字でその有線とかここだと失眠とか、なんでその胃とか膵臓とかその体の器官の名前ではなくて、漢字2文字のその、臓器とは違う名前がツボにはついてるので、そこが反射区とツボの違いだったりっていうのもありますね。小腸やったので、小腸を囲むように、大腸の並びがあります。まず横行結腸、小腸で消化された食べ物が、大腸を通って、大腸で水分とかを取ってくれるみたいですね。ドロドロの状態から水分を大腸がちょっと吸収して水分を取ってくれる。で、最後体から排出されるっていう感じですね。で、ここ下行結腸、で最後 S 字結腸、で、最後ここが肛門ですね。で、かかとは生殖腺。で、足の内側が、胸椎、腰椎、仙骨、背骨の並びですね。ここ気持ちいいですよね。気持ちいいですね、ここね。痛い。で、かかとの側面、前立腺、子宮、でさっき書かなかったですけど、尾骨もありましたね。ここに尾骨、でかかとね座骨って書いてあるお店とかもありますし、こ
尾骨で、くるぶしの周りが股関節で、直腸側面いきます。次、肩関節、肘膝関節、肩関節で、肘膝関節で、かかとの側面外側は睾丸卵巣で、同じ股関節ですね。股関節で、下腹部横隔膜ですね。横隔膜で、親指のこの付け根のところ、扁桃腺で、下顎、上顎で、喉、声帯、三半規管を一緒に流します。で、真ん中が胸部で、ここ上半身リンパ、下半身リンパですね。で、ここに海茎っていうツボがありますね。そうなんで同じようなところを刺激してる。セットで押してる感じ。そうですね。これで左足の足裏が終了ですね。じゃあ右足は腎臓からですね。腎臓で、尿管で、膀胱で、尿道前頭部ですね。
指先は全部前頭頭です。で親指のこの上側面、鼻、上半分ですね。ここ頭台の左脳になりますね。なんでね、右足なんで左脳で、三半規管と小脳で、ここ首ですね。で、目、耳、ここは目ですね。目、で、こっちの2本が耳。で、このライン甲状腺です。副甲状腺、ゴリゴリいってますね。で、ここ僧帽筋と肺気管支ですね。僧帽筋で、肺気管支副腎ですね。副腎で、右足はここが肝臓、胆ので、胃膵臓十二指腸で、小腸で、右足は大腸の並びが変わりますね。ここ上に上がるように上行結腸、上行結腸で、横行結腸で、かかと生殖腺です。
内側、ここ胸椎、腰椎、仙骨一気に流します。ちょっと内側行き過ぎてました。ごめん。もうちょっと外側です。胸椎、腰椎、前立腺、子宮、股関節、直腸、肩関節、で肘、膝関節、で、抗がん卵巣、尾骨、股関節、で下腹部、横隔膜、横隔膜、扁桃腺、扁桃腺、下顎、上顎で、ここが喉声帯、三半規管、一緒に流します。喉声帯、ここ扁桃腺とか首とかに近いですよね、喉って、体の位置的に、体に見立ててるので、三半規管も耳のところですよね。ここがこの裏側耳なんで、そういう風に見ていくと覚えやすいですね。体の構造に覚えられるというか。で、胸部、ここが胸部です。ここも胸部なんですけど、この裏側って多分僧帽筋とか背気管支とかだったと思うんですよ、この辺。近いですよね、胸部。同じような感じ。で、上半身リンパ、下半身リンパ。これで左右両方終了ですね。